早上好，今天2023年11月14号，星期六。现在10点13分左右。すいません。ミスで、下手くそな中国音声で始まってしまいました。特急便です。我是特别便。你好。これから出発します。那么開始吧。ピュー。まずご質問にお答えします。ちょっと前に来たやつで、私はエアパッキン使ってますっていう方がおられました。エアパッキンって多分エアキャップのことかな。プチプチ。これで潰すとプチプチプチって子供の頃楽しいやつですね。あれを引っ越し屋さんとかねよく、巻いて使うんですけども、あれを、バッグに入れて使ってるんですよね。で僕もね一時期それどうかなと思って使ってみたことあるんですけども、新聞とでエアキャップと2つスペースが必要になるんですよね、準備するときね。で、邪魔な時もあるんで、僕の場合はそれはね、途中1週間ぐらい使ったかな。で、やめちゃいました。まあでも好き好きなんで使ってもいいとは思います。それから僕が長い動画投稿したのが1万再生超えおめでとうございますって言ってくださった方がいて、で最初から見てくださってる方なんですよね。ありがとうございます。総再生時間ってやつももう、ちょっと前にもう4000時間超えてまして、登録者数も増えてますんで、収益化っていうんですか、その商売になるのも、時間の問題だなと思ってますので、ちょっと安心しております。ありがとうございます。あと、出前館はやらないんですかって話、また来ました。しょっちゅう言われます。これもね、出前館とウーバーとボルトとメニューと全部やった方がいいですよってね、話でね。そうなんですけど、僕の場合今、ウーバーと、この YouTube と、もう一つの副業と、で、もう、忙しくてね。で、今朝ちょっと副業1件だけやったんですけど、全然やらないとクビになっちゃうんで、ちょっとだけやって、こっちやって、こっちやってって感じですから、出前館まで、手が回りません。あと、あんまり話聞くと、あんまり好きな社風じゃないっていうのもありますし、自分は一番最初、ウーバー始めた方ですからね。で、昔も今も、お金だけで動くって人が多くて、稼げればいいって感じの人多かったんですけども、当時の仲間とね、ちょっと話し合って大した話じゃないんですけども、9月にサービス始まりまして、僕は登録9月にして10月からでしたけども、寒いんですよね、11月、12月待ってでも、東京都心でも1時間半に1件ぐらいになればいいかなって、2時間待ってもならないって時もありましたしね。で、飯倉交換の近くの交差点で、缶コーヒー飲みながら待つんですけども、飲み終わっても全然ならないしって、そんな状況が続きました。で、他の人と話し合って、このサービスがね、日本に根付くかどうかって私たちにかかってるから、とりあえずみんなで頑張ろうって言って、一生懸命始めたサービスですんで、それがやっと根付きました。ですので、もうこのウーバーのサービスでずっと一生懸命やっていきたいと思います。なんていうかな、ウーバーさんは全然褒めても送れないんですけど、本当に私たちとしては僕たちが根付かせたっていう意識も多少あるんですよね。だからね、愛着もあります。で例えばですね、もうみんな誰も覚えてない。褒めてもくれないんだけど、僕は1年目のピザの配達の一番多かった配達員です。で、誰も褒めてくれませんね。自分も忘れてましたけどね。それから、例えば、ウーバーのバッグ、下に板が引いてあるでしょ。あれを考案したのは私です。どうも誰も褒めてくれないんだけど、ウーバーバッグ、当初っていうか2番目の箱は、真四角だったんですよ。正立方体だったんです。で、横には板が入ってたけど、下には板が入ってなかった。で、布だから凸凹だったんです。少し凸凹だった。で、当初、六本木とかに住んでる人が、無料クーポン使って、無料クーポン何に使うかっていうと、白金コーヒーって、なんとか坂下。なんだったっけな。お魚にみたいな名前の魚卵坂下。そこからコーヒー一杯持って六本木まで走っていくと、バッグの底が凸凹だから、どんなに
ゆっくり走ってても、コーヒーがコロンって転がっちゃって、で、こぼれちゃうんです。で、今だとマクドナルドとかさ、他の料理にコーヒーが入ってて、それだけこぼれちゃったら、すいません、コーヒーこぼれちゃったんで、クレームで出してくださいで終わりでいいんだけど、コーヒー一杯しか運ばないのにコーヒーがこぼれちゃったって全然話にならないじゃないですか。で、申し訳ないってこともあったし、で、僕はもともと運送屋さんでしたから、解決策は知ってました。そこを平らにすればいいんです。で、整立方体の、箱でしたから、もう一枚板を敷きたいんで、くださいってサポートに行きました。そしたら、サポートの人が、一番上の人がね、どうしてって聞くんです。どうしてって、当たり前じゃないですか。これ、下に敷いて平らにしないと、これはまっすぐ置けないでしょ。下が凸凹だったら、これで斜めのまま置くじゃないですか。斜めのまま置いて、走ったらそのまま転がって斜めになっちゃう、横になっちゃうでしょって。なんて話でね。で、そっから、僕がツイッターでおすすめして、いろんな人に、板をサポートセンターにもらいに行ってもらったの。そしたらサポートセンターの考えも変わったみたいで、すぐに次のバッグから、下の板ができました。その板を考案したのは私です。多分。あと、いつもコメントをいただく方で、自分のスクショを誰かに送って、その受け取り人が、アップして問題になったらどうなるのかってことを質問してくれた方がおられました。で、いつもコメントいただいてありがとうございます。助かります。で、その場合ですね、これだけスクショがもう出回ってて、で、自分の、そうですね、自分のスクショに注目が集まって問題になる可能性は、甚だ低い可能性ですね。万が一ですけども、それが問題になることはないことはないですね。で、ウーバーの場合はいろいろ考慮してくれないんですよね。これは冗談だったんだよとかね、もう考慮してくれない。昔画像認証のやつで、友達がたまたまいて、やってみろよっつって、お前の顔で通るかなっつって、で、パシャッとって送ったら通っちゃった。何でも通るそうです。ほんで、それしばらく稼働してて、で、チェックは、だいぶ後に入りますから。で、急に赤番になっちゃう。なんでかっていうと、もう自分本人も忘れてた友達が撮ったスクショだった。すいません。日差しが入ってきて、暑くなってきたんで脱ぎました。で、さっきの話どこまで行きましたかね。で、スクショ、顔認証ですけどね。で、また別件で、子供がいたずらで、ウーバーのアプリ、ボーンと押して、で、顔認証出てきたんで、子供の顔を自分で撮っちゃった。それも赤番になっちゃった。で、それはね、なんかね、長い間交渉して、結局許してもらったらしいですけどね。なかなかそのね、許しを認めないです。ですので、さっき話があったスクショをね、仲間に送る、その仲間がアップして問題になる。それはね、可能性ありますから、怪しい仲間だったら信用できなければ送んない方がいいです。また話が長くなりました。出発します。レッツゴー開始ば近景公園待機です。初なりです。とんかつに行きます。1軒目、弁天町ドロップです。今、伊東津方面に赤い強いシミが出てます。配達員ホイホイだと思いますけど、伊東津は僕強いので行ってみます。いつもの公園待機です。真鶴公園待機です。ここ最近毎日のように視聴者さんに声をかけられて見てますってやってもらえるんで嬉しいんですけどね。でも北九州の人は全国の僕の視聴者の 0.9% しかないんですよ。1% ないんですよね。北九州と東京の話題しかやってないのに、東京でも23区 1.5% ぐらいしかない。で、大阪市の人がダントツで 6.8% 見てくれていて、じゃあちょっとネタやってるから関西で受けいいのかなと思ったんだけど、そうでもなくて、京都の人とか神戸の人、和歌山の人は見てくれていない。なんで大阪なのかな。2軒目ドロップ
小倉北区吉野町です。視聴者様からの指摘で、シミは注文が実際に入ったからドライバーを集めたいだけじゃなくて、過去の実績から、予定数を出して、それでドライバーを集めたいから予定で出している場合もあるんだよという指摘がありました。それもあるかもしれない。昔海の何もないとこが染みているなんてありましたよね。多分エラーだと思うんですけど、それは多分予測で出したやつですね。あれはね。で、打ち込みミスで、座標どっか打ち間違えちゃって、で、違うエリアに出ちゃったやつですね。久しぶりにビッグボーイさんでお腹いっぱいにしました。後半4時間10分始めます。境川公園待機です。さっきの視聴者さんの質問聞いてきたんですけど、かなり深刻なものでした。ご本人がアカウント停止されて、納得がいかないということで、福岡のサポートセンターがあった場所まで行ってみたとのことです。でもそこで拉致が開かないんで、昨日私がアカウント停止のこともちょっと触れて話したんで、多分藁をもすがる思いでこちらに聞きに来たんだと思います。ご本人の相談の内容はちょっと伏せますけども、アカウント停止にどうしても納得がいかない、相談したいってことなんですけども、UberEats の方はもう相手にしてくれない。で、やり取りの往来メール全部見せてもらいましたけども、そうですね、難しいかなと思った。これで、私は弁護士さんにお願いすることを、提案しました。で、九州のこの辺の弁護士さん、僕も話したことあるけど、あんまり役に立たない。すみません。それはちょっとできませんとか、知りませんとか言って、離婚とか、交通事故とか、相続とか、破産とか、そういうマニュアルがあって、ただ文章代行して書くような仕事しかこの辺の弁護士しません。全然役に立たない。で、ウーバーの川上弁護士とかね、ユニオンの川上弁護士とか、そういうの得意にしてる人いるから、東京に相談した方がいいですよって言いました。ただ、ご本人もそんなにお金はかけたくない。勝つかどうかは分かんないですからね。で、負けても裁判費用なんか払わなくていいんですよって言って、よくそういうふうに言われますけど、払わなくたっていいんですよって言ったんだけど、ってちょっと躊躇してる。それで、僕、法律関係者じゃないですけど、昔2回だけで本人裁判したことありますから、その経験をもとに、こういうのもありますよって案内はしました。本人裁判って皆さんご存知ないですよね。で、裁判は弁護士つけなくてもできます。ただ、地方裁判所とか行くと、ちょっと嫌がられます。高等裁判所とか行くと、もう全然、弁護士ちゃんとつけてくださいみたいな話になっちゃうんですけど、簡易裁判所だったら、自分が行って書類書くだけで簡単に裁判自体は始められます。ただ、その裁判に勝つかどうかは別です。で、簡易裁判所行くと、裁判ですか、調停ですかなんて言われるんですけど、どっち申し込んでも、裁判所の判断で調停に回されたり、その逆はないのかな。でもとりあえず普通に裁判しますって言って、で、訴状があるんですけど、訴状って言っても大したことないですから、向こうから紙を渡されますんで、自分の名前と、相手の名前と住所所在地が分かってないと裁判を起こせません。で、相手の名前書いて、で、どんなことがあったか書いて、で、自分の損失額書いて、今回の場合アカウントが2ヶ月止まってますから、その間の逸失利益を書いて、で、これから被るであろう数ヶ月間の逸失利益も書いて、で、それで理由とか書きます。だから、Uber Eats 悪いとか、書くわけです。もっとちゃんと書かなきゃダメですけどね。で、理由を書きます。で、理由は、理由とか証拠は、往来メールそのままプリントしてもいいですから、それを3部作って、
3分は自分の分1つと、それから裁判所に残す分1つと、で相手に送達する分1つです。あと忘れてましたけど、福岡地方裁判所北九州支部の簡易裁判所、僕何言ってんだろうもう簡易裁判所があるんですけど、4階だったっけな。で、そこに行くと、もう多分訴状は作れます。で、訴状を作った時にその自分の被害額いくらか、書く欄がありますんで、それによって収入印紙とか福岡県商紙だったと思うけど、それを貼る金額が決まってて、でそのお金はその庁舎の中でどっかで買う郵便局みたいな窓口ありますから、そこでそこに行くと誰か座ってて、で紙売ってくれるんですよ。でそれペタペタって貼って出すと裁判は始められます。簡単です。あとこれも忘れてたんですけども、会社を被告として訴える場合はそっちの会社の法人登記の写しが必要だと思います。これは多分簡易裁判所に行くと書記官が教えてくれますけども、で、その法人登記を取得するには法務局に行って、で法人登記くださいって言うと、どこどこですかって言って記入するところがありますから、で書いて、出すと、お金かかったかな少しで、相手のウーバーイーツ合同会社の法人登記が取れます。それは裁判を起こすときに必要ですと思います。変更なければね。で今回その方には優越的地位の乱用でいけるんじゃないかって話したんですけど、ちょっと調べたんですけど、赤番の場合は無理そうです。でそれも民法じゃなくてそちら様がおっしゃってる通り独占禁止法でした。独占禁止法2条955項の優越的地位の乱用でした。でこれは何かというと、仕入れるときにどこの会社でも安くしてくださいねとか言うじゃないですか。でそれ普通に言うにはいいんだけど、業者さんがもう全然儲けられない程度に不当に圧力をかけて安く納入させるのはダメだっていうんですよね。で昔あったのがローソンが今回キャンペーンだから1円で全部品物を納品してくださいと。ってで納品する業者としては困ったらしいけど受けたところもあったんですよね。でそれが事件になってローソン事件ってやつで、それはローソンが裁判で負けちゃいました。今回の赤パンの件もそれでいけるんじゃないかなと思ったんだけど、検索して調べてみたら取引を停止されるのはちょっと無理っぽい。で、その取引停止赤パンも優越的地位の乱用で適用すべきじゃないかっていう書いてる論文はあったけど、それは放送界の一般的な考え方ではないようです。じゃあ他の法律文条文で該当するのないかなって調べてみたんですけども、下請法でこの納品先の業者の不正をチクった場合ですね、納品先の業者が対抗措置として取引を切る、それはダメよって書いてあるんだけど、今回の赤パンには当てはまらない。でそれでどれが当てはまるかということなんですけども、民法の1条3項に、権利の乱用は許さないってあって、それがかろうじて引っかかるかなぐらいですね。ただその条文は広いんで、いろんな権利がありますよね。権利使いすぎちゃダメよっていうだけのことだから、今回のことでそれが適用になるかっていうとちょっと弱いかなと思います。ただ訴状を作ってあげればその調停まではいけるような気がするんで、調停まで持っていけば向こうの法定代理人を引っ張り出すことができるんで、話し合いは持てると思います。でその時に僕たちはなんとなく同意してるけど、規約で、紛争が発生した場合は東京地方裁判所を裁判所管轄地とするっていう、のにも同意しちゃってるはずなんですよ。でそれを根拠に北九州福岡地方裁判所北九州支部で訴状を出して、やろうとしても裁判地は東京地方裁判所が来ちゃうはずなんだけども、それを受けて、で、私は北九州市在住で財力もないし、裁判
が不公平ですからみたいな理由を書いて、で、この裁判は北九州支部で行うべきと考えますとかね書いて送ると、その管轄裁判所が北九州の支部になるんですよ、ほとんど。あと思います。僕北九州支部ではやったことないけど、そういうふうに送ると自分の住所になるんですよ。原則は裁判は被告の裁判所管轄でやんなきゃいけないなってるんだけど、でそういうのを送ると自分のところでもできるんですよ。でそういうのを送って、自分のところで裁判する。でそうすると福岡地方裁判所北九州支部に向こうの法定代理人が来て調停してくれます。で、そこには裁判官じゃない法律の関係の偉い人みたいに仲介人みたいな人がいて、でそこでは町長発信のやり取りなんかしなくて、原告はこうおっしゃってますけど、ウーバーさんはアカウントを再開する気はありませんかってで意思の確認をするんですよね。で向こうがOK って言うかもしれないけど、大抵は多分難しいですって多分言うと思う。で原告はこういう書類出されましたけども今でも不満ですか、取り下げる意思はありませんかってことが聞かれて、取り下げますって言ったらそこで終わっちゃうんだけど、取り下げませんって言うとそれが調停がもう終わっちゃって普通に裁判に入ります。でこの裁判に勝てるかどうかは分かんないですけども、裁判の立証責任っていうのが原告の方にあります。どういうことで、不当な扱いを受けたかで往来メールがありますから、それは全部、提出して、で、今回の場合ですと、一方的にアカウント停止を告げられただけで何にも理由が明示されてませんと、私は何も悪いことをしてませんと、ですから不当ですみたいな、立証はしていかなければいけない。もっと証拠が出せればもっといいです。法律関係者じゃないんでその程度の案内しかできません。で先ほどの条文のことも間違えててすいませんでした。独占禁止法2条9号5項の方はまず使えません。書いてもいいけど使えない。民法1条3項の権利の乱用しかないです。それで言ってください。頑張ってください。一江助さんいきます。3件目ドロップ中井です。いつもの伊東城公園待機です。おとといから3日間ずーっと悪いです。僕の想定よりもずーっと悪いです。で、私いろいろ考えてる方なんで、ここまでいろいろ考えて全然ならないってことは、もう全体のオーダー数が今、閑散としてきちゃってるんで、もうしょうがないです。でどっかですごく稼いでる人もいるかもしれないけど、そんなの見てもしょうがない。諦めます。諦めてください。でこういう時にやってはいけないのは2つ。焦ること。焦ってはいけない。焦るとね、いろんなことをやり出します。焦ってはいけない。今までの自分のポリシーとかね、積み上げてきた考えとか無視して、やっぱりあっちの方いいみたいだからこっちずっと行ってみようかなとかねちょっと自転車よりもバイクの方が優先されてるみたいだからバイク買ってみようかなとかね、逆にバイクの人が自転車買ってみたいいいみたいだからロードバイク買ってみようかなとかね、いろいろ考えます。で考えない方がいい。そのうち終わりますから。本当です。あともし他にいい仕事あったらそっち行っちゃってもいいんですけど、もし本業でやるんであれば休まない方がいい。継続してた方がいいです。休んじゃうとだんだん弱くなっていきますから、休まない方がいい。その2つです。今日も10時間終わりました。すっごく暇でした。めちゃめちゃ暇でした。ここに来るまでもバイクさんとか地蔵が何体かいてね、でその脇を演技しながらね、僕は汗拭きながらでささっと通り過ぎて忙しい忙しいつってやりながら来ました。この時期は心理戦ですからね。で、今日の、オンライン時間に対する運転時間の比率は 10% ちょうどでした。で土日の僕の平均がプラスです。 30% ですからマイナス 20%。
昨日までの貯金っていうか、昨日までもできませんでしたから、その貯金が 21% で、合計で 41% あります。もし明日全体の仕事量が増えれば、僕はプラス 41% で回せるはずなんで、もうパチンコで言えばフィーバーのはずですけどね、計算上は。多分この様子だと無理でしょう。で、明日また僕、運動会もあるんで、あんまりできないんですよ。で、今週はほとんどこれで終わりです。ではまた明日。失礼します。